こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画をご覧ください。ということで前回、J デッカーを仲間にしました。必中を最初から所持しており、なおかつ射程の長いスーパー軽機体。色々使い方は特殊になりますが、便利そうではあります。本当は援護攻撃とかをつけたいんですが、ちょっと想像以上に PP が余ってないので仕方なく底力だけ。そろそろ PP 事情が厳しくなってきてます。そして前回入手した勇者警察エンブレム。つけるだけで気力がプラス10され、指揮官の効果範囲内にいるとダメージが 1.1 倍されます。ものすごいお手軽火力アップ。指揮官効果の範囲内にいないことの方が珍しいので、だいたい常時 1.1 倍されると思って問題なし。気力プラス10が普通にありがたいので、とりあえず J デッカーに装備させておきます。イズルが反応するヒーローの定義が非常に広くなってる気が。世界を危機から救ってるからまあヒーローではあるんでしょうけども。そしてこっちはこっちでオタクの人たち。全身に色々な武器満載のコンバトラーなんかはスルガにはハマるんでしょうね。逆にコンバトラーに特に興味を示さないグリッドマン同盟。世界的に断絶されてるのでまあやむなし。時代的にはヘル事変は約10年前。そら小学生のユータは赤ちゃんなので、記憶にないでしょうね。だとしたら幼稚園児ぐらいの時に活躍してたであろうコンバトラーに憧れるのもわかる。このゲームのバトルチームには同情する。そういう歴戦の先輩方が大量にいたでしょうからね。それでいて同期的なのがいないし。強いて言うならカミーユとかのグリプス戦役組なんだろうか。東方腐敗の古い友人だろ？割と最近見た記憶ありますね。地球のために人類はいなくても良いと思っていたとしても、アクシズ落としはそれ以前の話なので批判的なようです。四谷博士が賛同組だったらどうしようとか思ってた。なんかアルファ外伝でも見たなこの展開。あの時はティターンズに接収されようとしていましたが、コンバトラーは常々こういう役目なのかもしれない。手足と胴体も連れてこい。すごいセリフである。コンバトラー以外には通用しない言葉だなこれ。レッツゴー！
これスパロボ F ぶりに見た気がする。なんかすごい懐かしい気持ち。ということでシナリオスタート。こちらはコンバトラー V、敵はネオジオンです。コンバトラーですが、非常にわかりやすいスーパー系。火力が高く便利な機体、なんですが、なんと初期状態で必中を持っていません。鋳造がレベル10で覚えます。まだ足りてない。そこまでは集中でなんとかしないといけません。まあこういう命中率にもなりますよね。どうしようもないです。とりあえず逃げて時間を稼ぎましょう。合体機構を狙えば脆いはずだ。やられる前にやるまでだ。胴体に食らっちまったか。だって大したことなか。さすがはコンバトラー隊。ちなみにコンバトラーなんですが、パイロットの龍馬が特殊技能反骨心を持っています。これは敵の方が技量が高い時に発動し、余ダメ 1.1 倍非ダメ 0.9 倍命中回避プラス10してくれます。スーパーエキスパートプラスでは常時敵の方が技量が高いので、これが常に発動します。強い。大ターンです。大ターンではありません。名前見た瞬間日輪の人しか出てこなかった。ということで色々増援。敵がネオジオンから機械銃に変わり、こちらは工事の増援です。大人バージョン工事くん。今作はマジンガー Z インフィニティからの登場です。テレビ版マジンガー Z、グレートマジンガーから約10年ほど時間が経過した後の作品です。なのでこのコウジくんはしっかり科学者やってます。今回乗ってきたのは17式。簡単に言えば量産型マジンガー Z です。特徴は修理装置を持ってること。まあコウジくんの機体だけですが、あとはブレストファイヤーなどの武装もあるので、一定の戦闘能力はあります。大丈夫です、兵馬さん。僕の計算ではまだやられたりしません。分かったぜ、コスケ。今度はこっちから行くぜ。ビッグブラスト。そしてこれが機械銃、ガラセクト V2 です。胴体部分が同じ身柄だけ A7 のものになっており、残りは乾燥式らしいです。ということで味方増援到着。いい加減出撃機体数が10機じゃ足りなくなってきています。もろもろ選択した結果、イズル、玉木、エル、アディの中から1人だけ出撃できる。ぶっちゃけ誰が出てもそんなに変わらないんですが、ひらめきが便利なのでアディを出撃させます。ガイ兄ちゃん以外にもまだいない人がいるんでそっちのことも考えてあげて。未だにアクシズショックの後行方不明になってる人。ということでシナリオ再開。
中央で氷馬と工事が危ない状態になっているので、さっさと救援に向かいましょう。真ん中に海があるので、誰かにスクリューモジュールでもつけておいてもよかったかもしれない。このステージの機械銃の配置ですが、向かって右側がガラセクトのみ、左側にガラセクトとタイターンがいます。このタイターンがいわゆるボス機体となっているので、まずは右側の敵を撃墜していきます。ちなみに後々戦うことになりますが、タイターンマジでえげつない火力してます。本当にワンパンされるので、色々気をつけたいところです。そしてこのガラセクトですが、武装は一つ。このアックスビームのみです。移動を使えて射程1から4。火力もあって十分すぎる性能。カスタムボーナスで射程がもともとより1伸びてるみたいです。まあ3でも4でも大差ない。射程が短めなので、射程外から攻撃していくのが無難にやりやすい。本艦を盾にします。速度を上げて敵の攻撃を振り切ります。機械の獣め、このスピードなら機体交換をしたよなとウッソ。ナラティブだと出ないカットインだったので、ちょっとびっくりした。なんか集中戦の正解勢いがすごかった。なお火力。どう考えてもバルカン打って運動性ダウンさせた方がいい。さてまずは初っ端から広域戦術警戒をしよう。いつも使い忘れるからね。これで最初から分析をかけておいて、数を減らしに行きます。ちなみに機械銃ですが、パイロットが共通のものとなっており、持ってる特殊技能がガードと援護攻撃です。タイターンはサイズ差補正虫も持ってたけど、なんとびっくり底力を持っていません。これは楽。エースボーナスが最終命中率プラス 20%、非ダメージ 0.9 倍となっているので、ガードと合わせて非ダメージを抑えてはきていますが、まあどう考えても底力を持ってる方が厄介です。そのおかげか少しだけ倒しやすい。いや硬いんですけどもね。機械銃は素の硬さと攻撃力で勝負してきてる感じある。走行普通に2480もあるの意味わからんよ。ガラセクト V2 は機体サイズが M なんですが、なんか火力も高い。正面から撃ち合うのはどう考えても不利なので、射程外からチクチクやっていきましょう。ちなみにこれ射撃武装なので、イズルと玉木がいい感じにやれば完封は可能。まあ今回出撃してないんですけどね。覚悟しろよ機械銃、この俺が相手だ。17式のパワーを食らえ。ということでコウジ君はなんというか、無難に強い。底力レベルも6と高めであり、ガードを持っており、気力プラスディフェンスで気力も上げられる。機体サイズが M のマジンガーの弱点を補うようにサイズ差補正虫も最初から持っており、精神コマンドも現時点で必中不屈と必要なものを覚えており、この後鉄壁なんかも覚える。とにかく便利。穴がない。そんな感じ。まあ一番の穴は現在の機体である17式なので、コウジ君はさっさと撃墜数を稼いで乗り換えをしていきたいところです。コウジ君の撃墜数が30になると、マジンガー Z 乗り換えのステージが解放されます。戦場の空気に慣れてきたんだ。優先してこの距離なら行ってくれインコム。最後は自分で。しっかりインコムの専用セリフ。
ドーベンウルフとかが入手できるわけでもないので、インコムセリフはナラティブ専用かな。機体交換を果たしたウッソとヨナですが、まあウッソが前回直感を覚えたので、さすがに使いやすいですね。あとウッソに援護攻撃を覚えさせているので、近場でのインコムやバルカンでの援護も期待できそう。バルカンでうまいこと援護できれば命中率の補填になるので、需要はでかい。ヨナも V ダッシュで後方から攻撃できるので、適宜レベル上げをしていきましょう。ちなみに今経験値を倍増させるマニュアル EXP は V ダッシュについたままなので、ヨナのレベルをできる限り上げたい所存。ヨナはレベル10で不屈、15で必中を覚えます。底力レベルが高く、実はこの縛りとの相性がいいので、不屈だけでも早く覚えさせたい。さて左からもガラセクトがやってきました。前のターンで広域戦術警戒を使ってたおかげか、右側は意外と減らせてる。挟まれるとぶっちゃけきついので、片側は早めに落としておきたいところです。あとはこっちに来る前に射程外から攻撃してとにかく HP を削る。ヨルナクルナの戦い方が基本になります。ガラセクトは今後もよく戦う敵ですが、基本的な迎撃方法は大体同じ。問題なのは奥にいるボスの機械銃。今回出てきているのはタイターン G9。テレビ版マジンガー Z にも出てきていた機械銃で、マジンガー Z の2倍ほどの大きさがありました。なおこのマジンガー Z インフィニティ版のタイターンですが、なぜかさらに大きくなっており、マジンガー Z の10倍近くある機体サイズをしています。その結果どうなったか。機体サイズに L。機体サイズが大きいほどダメージが大きくなるというのはこの間検証動画を出した通り。さらになぜか棍棒の攻撃力が5100と異常に高いため、恐ろしい攻撃力をしています。カスタムボーナスで射程も伸びてしまっているので、移動後1から6とかいうとんでも武装とかしています。ぶっちゃけ敵ターンに狙われる機体次第では余裕で済み。防御しても落とされる。回避しても 100% とかなること余裕であります。というか何回かあの棍棒でぶっ飛ばされ済みです。マジで平気で HP 満タンでも持ってくのやめてほしい。あんなカンとかいう軽い音がするのにこの威力である。なお2戦しか出てないように見えますが、底力でダメージが減って、シールド防御発動かつ防御でこれなので、正面から食らうと6000ぐらい余裕で飛びます。なんか HP 満タンでもワンパンされるらしいですよ。敵ターンにタイターンが誰を攻撃してくるかでゲームオーバーと隣り合わせの戦いが始まってます。誰狙ってくるのかわからないスパロボ30の思考ルーチン恐ろしすぎるんだが、ひとまず運ゲーを少しでもいい方向性に向かわせるために、雑魚を早めに倒しておこう。雑魚に攻撃されるからのタイターンに攻撃されるが一番やばいです。と言っても今ターンは割と攻撃できるやつが限られているので、分析をかけつつもゆるりと攻撃していきます。必中をかけられるキャラが限られているので、必中なしでいかにいい感じに攻撃を当てられるかが勝負。ギリ耐えですアディ。これさすがにこのまま放置は怖いか。援護防御を隣に置くか、修理のどっちかはしておきたい。さていい感じに3機のガラセクトが削れていますが、どれもこれも落とせるまでいかないこの微妙な感じ。そして落とせるかと思いきや当たらないこの感じ。コンバトラーは氷馬の反骨心のおかげで絶妙に火力と命中率があるけど、やっぱり必中がないとちょっと足りてない感じが。底力プラス集中プラス反骨心ならそこそこいい感じの命中率になるだろうか。機体サイズのおかげもあってか火力は割と十分な感じなので、必
中さえ覚えてくれればいい感じに使える機体になってくれそうです。来い機械に叩き潰してやるぜ。超電流用だ。やるじゃねえか。コンバトラーとまともに戦うなんてよ。船を前に出す。こちらも仕掛けるぞ。メガ粒子砲発射。集中なしで 50% 出せるのはやっぱりローマ強いのか？それともこれは底力がない機械銃が悪いのか？もはやわからない。まあでもヨナとかは集中込みで 60% とかなので、多分ローマがいい感じに強いんでしょう。敵がリアル系のモビルスーツとかじゃなければ、頑張れば当てられるのは大きい。とりあえずウッソは反撃食らいたくないので、マップ兵器のインコムで攻撃します。マップ兵器があるのは地味に便利。ただし射程がなんとも使いづらい。近距離に調整させてくれよ。近距離は普通に攻撃、中遠距離はマップ兵器を撃てってことですかね。ナラティブガンダムにウッソが乗ったことで、使い勝手がどのくらい変わっていくのか。今後の動向次第って感じです。さてなんだかんだで今ターン分析をかけてた3体を撃墜。残りはタイターンとガラセクトが1機。こちらの HP 状況も安全とは言えませんが、ひとまず癒しの風を使って HP を回復。1ターン耐えていきます。グリッドマンを前に出しておとりにしてみたけど、華麗にスルー。センドルグが狙われましたが、なんとか耐え。センドルグ対タイターンは機体サイズがエグいので、ダメージが半端ないです。ちなみにこのステージでイズルと玉木を出さなかった理由は、タイターンにこんな感じで落とされる可能性が高いから。底力運用をしている時のタイターンマジで危険です。棍棒はもちろん格闘武装なので、アッシュが狙われたらカンって殴られて落とされます。まず射撃武装だったとしても、火力高すぎてバリアで防ぎきれないっていうね。最近出撃できていないので、もうそろそろまた出撃させて、撃墜数とレベルを上げておきたいところです。さてこれでガラセクトが全滅。残りはタイターンです。タイターンですが、棍棒の火力面に関しては先ほどまで話した通り、HP も4万と非常に多く、走行も2390としっかり硬いです。じゃあ弱点は何かって言いますと、こいつも底力を持っていない。これにつきますね。結局底力ゲーです。なので一気に高火力を叩き込みさえすれば、意外と簡単に落とせるはず。問題なのはちゃんと反撃を耐えられるかどうか。アップね。クリティカルはやめてほしいよね本当に。ただしなんとか攻撃できる状況まで持っていくことができました。戒めの風でステータスを下げて、分析を使ってダメージを上げます。コンバトラーが HP やばいけど、これ回復させたら攻撃できるだろうか。一応いけるみたいです。クリティカルしたらやばいけど、6% の確率でゲームオーバーになります。なんで不屈を覚えてないんだ大作。分析と底力を信じましょう。超電磁スピンをぶつけてダメージ出していきます。コンバトラーの相手はあいつだな。超電磁発
チャンスを逃すなよ。友軍に続いて攻撃を。メガ粒子砲発射。あっぶね。分析とかもろもろ合わさって受けられるギリギリだったみたいです。でも生きてたなら OK です。お次はゲッター。最近ゲッターこういう出番だったり、敵を削ってばっかりで、全然敵を落としてないことに今更気づきつつあります。レベルが上がってないんですよね。どうにも龍馬は底力レベルが高いおかげか命中率が安定しやすいので、一発目に攻撃しがちなんですよね。ということで残り HP も3000ちょいなので、先にリアンで応援をしよう。今回はコウジ君で撃墜しに行きます。17式の修理装置は非常に便利なんですけど、さすがに戦闘能力足りてないから早いところマジンガー Z が欲しい。それじゃあ最後は必中を使用し、タイターンを落とします。そこまでだ機械獣。叩き潰してやる。マジンガー譲りの必殺技だ。タイターンを撃墜。あのぐらいの HP 相手に2400ぐらい出てるのなんか逆に違和感感じる。はるかに強くなってるというより、まずはるかにでかくなってることに触れようか。マジンガー Z の約10倍の大きさってことはあれ180メートルぐらいあるんか。アフリカに行けば色々わかるみたいです。納得できないらしいです。人間なんていなくなってしまえばいいと言ったあの四谷博士は一体どこに。なんか大作お前喋り方どうした？突然標準語を使い出した大作に違和感が半端ない。せめて必中ぐらいは使えるようになってもらわないとまだまだですよね。わかります。なんならこれに龍馬と哲也さんが加わるわけで、鬼コーチが多い部隊だことで、ということで火星になんか来ました。
今回のミッションがキーミッションだったので、お話が少し進んだ感じですね。なおこのまま火星に行くかと言われたら、とりあえずノー。もうちょっと地球でうろうろして戦力を回収してから向かいましょう。あんまり早く突っ込んでいっても、いいこと特にあるわけでもないですからね。ということでクリアです。コンバトラーは意外と戦力として役立ってくれそうなので、ちょっと期待しています。そんなわけで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。おっちゃんには参ったぜ。時代はどんどん変わってるのにやり方が古いんだよ。強くなるためにはコンバトラーと一つになれ。超電磁スピン強化のために100万回転だとか抜かすんだぜ。てなわけで目が回ってぶっ倒れそうだ。戻って昼寝でもするか。プレイヤーのみんなもゆっくり休んでくれ。じゃあな。